陸前高田市陸前高田発揮プロジェクト、蒲生悟さんです。災害があった避難所で初めて炊き出しが行われて食べることができたのはいつだか分かりますか？東日本大震災の時被災して、ある避難所では3日後4日後に食べることができたと聞いております。私の避難所では2011年3月11日の夕方から食べていたんです。私は生まれも育ちも、そしてこれからも陸前高田市民の蒲生悟と申します。ご存知の通り、陸前高田市は10人に1人が犠牲となる甚大な被害を被った場所です。私の目の前で2000人の方が犠牲になる姿と、陸前高田市のシンボル7万本の松が大津波によってなぎ倒され消えていくところを目の当たりしました。生き残されたことには何か理由がある、そういう思いで今日はコミュニティ力が減災につながったということをお話しさせてください。私は地震発生を受け、3月11日午後3時過ぎ、津波の襲来を確認しようとキャンプ場内にある標高150メートルほどの広田湾を見渡す展望台へと向かいました。次第に押し波の勢いが強くなり、固定してあるはずのいかだが流れ始めました。ほどなく広田湾全体が大きな川のような状態となり、川の先端が町へと向かいました。波は陸前高田市のシンボル高田松原を越え市街地を飲み込んできました。津波は陸前高田市市役所、陸前高田市の消防署、公民館、2000とも3000といわれる家屋すべてを襲い、最後には防災無線も途絶えました。一方、キャンプ場では大津波襲来の午後4時30分頃から地域集落の家を失った方々がキャンプ場に集まり始めておりました。11日の夜にはおよそ300人の被災者がキャンプ場に集まり、車の中や施設の中で過ごしました。外では暖と明かりを取るために一晩中焚き火が焚かれ、不安な夜を過ごしました。そしてその翌朝には変わり果った姿を見ることになったんです。私たちの地域では3月11日の夕方、炊き出しが開始されました。塩にという質素なものでありましたが、一口頬張ると、ああ生きてやるという絶望から希望へと変わりました。消防団という自治組織があります。地元の若い男性が組織している、例えば山火事があった際、一晩中延焼がないかを見守るための組織です。その時、その奥さんとお母さん、あるいは家の人たちが炊き出しを行い、現場に運ぶシステムがすでに形成されておりました。私たちはその日から1日3食以上食べることになりました。津波の被害がなかった近隣からは、だるまストーブ、反射ストーブなど電気を使わないストーブが毛布、布団等誰も何も言わずに集まってきました。これがコミュニティ力、地域力なんです。集まった被災者の中には人工透析の方やカテーテルを入れている人など、このままでは命が持たないという方が3名ほどいました。せっかく助かった命、何とかしたいとみんなで考えました。しかし陸路は津波のために寸断され、全てが孤立していました。72時間という時間が頭の中をよぎっていました。よーし、ヘリポート作っぴゃとの呼びかけに男性陣が集まりました。野球場の広さほど持つ芝生の広場、多目的サイトへ向かいます。ライン引きに使う小石灰で簡易ヘリポートを作りました。直径10メートルぐらいの円を描き、その中に H という数字を入れました。そこに SOS と書き、上空のヘリコプターに助けを求めました。キャンプ場に救援ヘリコプターが到着したら翌朝のことでした。
命はつながりました。これが地域力、コミュニティ力なんです。大津波から3日経ち、4日経ち、帰ってこない人の安否が気がかりでした。陸の孤島から陸に陸続きになったのはおよそ7日後のことです。この地域ではもともと1000人程度の地域です。いろんな情報収集が始まりました。3月の下旬頃でしょうか、地域で帰ってきてない人の人数が把握できました。安置所に通う人々、瓦礫の中から手がかりを探す人、交わす言葉は、帰ってきたが、まだだ、まだだ、帰ってきたが、帰ってきた、帰ってきたよ、よかったな、よかったよかった、と泣き崩れる場面を至るところで見受けられました。もちろん帰ってきた姿はご遺体でした。あの状況ではどんな姿でも帰ってきてほしいと願う気持ちの方がとても強かったです。髪の毛一本でも見つかれば諦めつく状態です。友人、家族、知人がご遺体で帰ってきてよかったなという慰めの言葉を使うのは後にも先にもないと思います。そんな中で避難所では大経験者や男性陣がコツコツと作っていたものがありました。それがこちらです。なんだかわかりますか。2万人足らずの町で2000人弱の方が犠牲になりました。消防、自衛隊、警察の皆さんが一生懸命行方不明者を探していただきました。あまりにも犠牲者が多いため、ほとんどのご遺体はブルーシートなんです。せめて地域の人が帰ってきたら手厚く葬ってあげたいと自宅をしない避難所に戻ってくるはずの方のために作っていた棺桶と骨壺です。人間いつか死が待っています。その時誰にも見送られることなくあちらの世界に行くほど悲しいことはありません。ブルーシートの方々は生きた証さえも否定されたような気がしてなりません。どんな形であれ帰ってきて、そしてみんなで送ってあげたいという気持ちこそ、これがコミュニティ力、地域力です。コミュニティ力は地域で行うことは最も大切ですが、家族も一つのコミュニティです。学校単位でもいい、会社単位でも大丈夫です。特に都市部は近所付き合いが希薄とされております。まずはコミュニティを作る、こんにちはの挨拶から始めましょう。毎日の挨拶から始まり、会話が生まれます。会話から輪が生まれます。コミュニティ力は地域につながる10人に1人が犠牲となった陸前高橋の一市民からの強いメッセージさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。